オールドマックス徳ちゃんです。オールドマックスしんのすけです。今日は冬寒い時期ハーレー乗るのにどうしてるっていうことで寒いですね。お二人に聞いていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。冬はね寒いですよね。寒いですね。エンジン始動もそうですし、走ってはい寒い。はい。みんなどうしてるのかなっていうね、しんのすけ君。はい。最初のお話はそしたらキャブレター、はい。夏場、チョーク使わなかった人もはいはい冬場になるとはいチョーク利用する方はい結構増えてくると思うんですけど、はい僕も使いますね。はいなんでかっていうと、冬場気温下がるとやっぱどうしてもガソリンが気化しづらくなる。はいなんで燃料を濃くしてそれを爆発させたいはと思います。い。やりますか？やりはしないですか？やりはしないです。やりはしない。なんかあるあるみたいな話になっちゃうんですけど、はい真冬の朝一のエンジン始動ってはい。やっぱみんなかからないでハマっちゃう方多いと思うんですけど、は今言ったチョークもそうですし、はいあとバッテリーはいも厳密に言うと結構なんか温度ではい中の化学反応変わるんで、セル付きじゃないんであれですけど、はい温度低いと性能が 100% は出ないですね多分。はい。車とかでもバッテリー交換に至るぐらいそうですね。セル回んなくなったりするのってやっぱ冬始まると多いですよね。そこでなること中の多分液体がが。はい。冷たいもんで元気じゃないんじゃないですか。元気じゃない。元気じゃない。科学的なこと言うかと思ったら元気じゃない。元気じゃない。あとなんか鉛の板はい入ってて、はい。シュワシュワしてるやつですよね。液体とはいあいつらがわちゃわちゃなるんですけど、はそれがやっぱ寒いとなかなかい。なかなか。始まらない。はい。じゃあかかりにくい朝。はい。もうみんなも集合場所待っちゃってるし、ちょっと早くかかんないとってどんどん焦るじゃないですか。蹴ってわかりますね。なんか裏技みたいのとかなんかないんですか？試してみたいこと、そんな時に。これは意外にやる人が多いんですけど、はい LED じゃなくてはい何球っていうんですか、スポットライト、はいはちょっと触ると熱いライト、いはいはい。あれエンジンに向けて置くんですよ。ほそうするとやっぱあったかくなるじゃないですか。うはいでやっぱそれやると春先とか夏ぐらいのはい。温度になるんですよね。あであとドライヤー使ったり、はい自分の知り合いなんかはインテクはい。周りにお湯ぶっかける人もいますね。マニにお湯をかける。でこれは冗談とかじゃなくてはい。かかりやすくなります。やっぱさっき言った気化しやすくなるってことですか？キャブの種類によってはあまり考えなくても温度を上げればかかるっていうところは共通ですか？温度を上げればかかるは共通じゃないですかね。もちろんねバイクの調子もあると思うんですけど、なんとなく今お湯、ドライヤー、照明の熱っていうとしんのすけ君何が一番これを見たみんなには身近で手っ取り早そうですか？身近で言ったらお湯になるんじゃないですかね。お湯。はガレージにコンロと鍋と水がなさそうなイメージもあるんですけどい。最初ケトルケトルとペットボトルの水を置いといてもらって常にはい冬場はなんとかなるんじゃないかなと。それでお湯推奨でいいですか徳ちゃんは？いや自分めちゃめちゃ時間かかりますけどライトですかね。なんか僕は聞いててドライヤーの方が早そうな気がしたんですけどライトの方が早いですか？ドライヤーと持ってないといけないじゃん。ああそういうことか。お湯だとねなんかかけたくないじゃん。あスポットライト置いときゃいいじゃん。あなるほど。置いとけるってとこのあれなんですね。バイクにもいいし。はいはいはいそういうことか。でもちょっとごめんなさい。僕はさっきかかんなくて焦り始めちゃったとこを言ったんですよ。はい。
なんでそれはじゃあ焦ったりしてからじゃあちょっと速攻性はあれですよね。ライトだと何分当ててないと温まらないですかね。やったことないんであれですけどライトやったことないんですか？かかるんで自分のはやばいっすね。これやばいこと言ってますよ徳ちゃんやったことないけどやばい3つの中でライトが一番良くて置いとけるしみたいな。ライトですよ。実践経験はないですけどライトが楽でいいだろうと。でまあハマっちゃう人はい早く起きろって話でそうですね。まあギリギリで準備するといいことないですからね。冬は多分エンジンかからないのもちろんそうなんですけど、はいかぶり気味になっちゃってるんですよね多分みんな。かからない煽るはい送る。そうですよね。初爆も来てないのにとかかかってもいないのに同じこと繰り返したらかぶっちゃいます、ね、さっき言った気化しにくいもんでプラグがびしゃびしゃになっちゃう、はい、じゃあしばらくやってかぶってるだろうとガソリン多くなっちゃってるだろうって心当たりあれば潔くさっさとプラグ外してそうですね。車と違ってすぐ取れるんで乾かした方が早いですよね。いいですかね。かかりにくいそれ言い始めると全部なんですけどこれとりあえず一つ目の話題ってことで一つ目の話題バッテリー含めバッテリー含めじゃあ次行ってみましょうか。しんのすけくんの番ではいなんか次の話題を。今ちょうどじゃあ徳さんからはいかかるまではいの話をいただいたんで、はいかかってからはいになると思うんですけど、どう考えても冬なんでオイルの温度もね全然夏とかに比べたら低いんで、その辺も考えてやっぱりこうそれこそかかんないで焦っちゃって、はいじゃあやっとかかりましたでバーって出るんじゃなくて、はいもう当然のごとく暖気はしっかりしてもらって、はいやっぱオイルも温めないといけないし、で、それこそクマさんとかみたいにレースやってる人だとそうだと思うんですけど、タイヤもやっぱり冬だとやっぱり冷たい部分はあるんで、やっぱり冷めてるのと暖かい時だとタイヤも全然グリップの仕方は変わってくるんで、そういう部分もちょっと気をつけてもらいながら、最初、暖気も含め走り出したらちょっとタイヤが温まってきたかなぐらい、路面がちょっと暖かくなってきたかなぐらいまでは、あまり無理しないでゆったり走ってもらえるとなんかトラブルも少ないし事故も少ないんじゃないかなとは思ってますね、僕は。いいですね。はい、どうですか先輩。内容は徳ちゃん言ってるのが違うとかじゃないですけど簡潔で非常に良かったです、撮ってて。準備してきたからねいや準備してこいよって話じゃないです徳ちゃんに関しても暖気ね。暖気大事ですよね。なんかやっぱ古いものだからいたわる気持ちはそういうとこにも持った方がいいですかね。暖気でもちろんした方がいいけど家の環境によっちゃそうなんですね。暖気ねできない人もいるもんで、例えば朝早めのツーリング行こうとして早朝にご近所さんのこと考えるといつまでも暖気できなかったりはありますかね。あれはもうしょうがないもんで、それこそしんのすけ君言ったみたいにガーッと開けたりせず優しく乗る、その暖気のつもりの運転をもう始めちゃった方が周りの家には優しいよね周りの家に優しく、バイクにばっか優しくしてて近隣の方に優しくないのはいけないですよね。うるさいもんじゃあそこも気をつけましょう。まだありますか話題が。冬場、はい、あとはもう寒さ対策。人間側、バイク側はもう多分勝手に温まっちゃうんで。ちょっと挟んで申し訳ないんですけど、夏の話を熱だれ対策とかで確か翔吾と徳ちゃんで撮ったのかな動画を。でその時はやっぱ夏だから暑くなることいっぱい話したんですけど、今回かかっちゃってからの暖気済んで走る時のことはもう冬だったら古いハーレーでも熱だれとかは全く気にしなくてももういいですか真冬は。高速ずっと走ってて、降りた後とかは多少なんか元気ないってなるんですけど、でもやっぱ夏に比べると、止まっちゃうとかまではもう全然冬の方がやっぱ調子いいですよね。人間はきついですけどシーズンではあるんですね。ハーレーシーズンではあるんですね、寒い方が。じゃあ人間の話に
移っていきましょうか。オールドマックス。防寒対策。防寒はもう着込む着込む。着込む頭でいたんですけど、はい今あるじゃんね、はい。電熱という電熱。文明の利器が。ああ。徳ちゃんなんか電熱使ってるものあります？自分ないですね、一切。自分の周りはもうみんなみんな電熱使っ化しててますけど、しんのすけ君は電熱系なんか使ってます？ないですね僕あも。あ。もう着込む方。寒さは気合で乗り切る方ですね。まず着込もうぜとは思うんですけど、気合が先なんですね。あれがバッテリー直で取るタイプと、はい。モバイルバッテリーみたいなああ、はいはいはい。ポケットがどっかに入れてはい使うタイプ2種類そうですね。あると思うんですけど、やっぱいつも冷たいところが暖かいとはい。最高だよね。最高ですね。じゃあ電熱の話は僕がちょっと用意してきているんで、この後僕が話させてもらうとして、電熱なしの生活はじゃあまず上半身、体のここは着込む、もう枚数増やすのみですか？個人的な話すると、はい今年まではいもうその電熱を切ること自体がダサいと思ってたんですよ。はい否定派なんですね。ただ今年考えが変わりました。何があったんですか？もう負けました寒さに。寒いせい買います。わかります。手とかは2人はどうしてるんですか？手はもう冬用のグローブ、しんのすけなんか使ってる。僕はもう夏も冬も関係なく普通の革手、なんかもうペラッペラの。ああ、ちょっと作業手袋に近いようなそうで革手ですか。すね。徳ちゃんグローブあそこ置いてませんでしたっけ？あります。ちょっといいですか？しんのすけ君もある。僕あるかな。多分ちょうどバイクのとこにあるっすね。ああ。で今2人に持ってきてもらって、徳さんのバカ分厚いじゃないですか。とりあえずじゃあしんのすけ君のからいきましょうか。僕のもうじゃちょっと見せてもらっていいですか？あ、はい。思ってた以上に冬なのにペラペペララですね。ッペラですね。てか手が小さくねえか。そういう話。意外と手がちっちゃいんですよね僕。でも薄いのは握りやすかったりとか、そこに関してはいいですよね。そうなんですよね。運転のしやすさと、あとはもう本当に僕も自分自身がちっちゃいんで、はいあんまりなんかごつい手袋するとはい。なんかハンドマンみたいになっちゃいそうで。そんなことないよ。そんなことないですか？じゃあ徳ちゃんの方はインナーですか？こっちは。これ夏場使ってるやつ。ああ、そういうことか。夏と分厚い方が冬。冬は手首の、はい。長いやつ。そうそれこれ厚みは？おお。ぼちぼちある。そうですね。まあでもめっちゃめちゃ分厚いのでもないですね。でもどうかな。今日12月のはい14日ですけど、はいもう1週間ぐらいするともうこれでもはい。もう指先はあー冷たいですね。今までは電熱つけないからそれ冷たいのでもいいとしてるってことです。そうですね。インナーはしないんですか？インナーはしないです。ああ、もうこれ1枚。確かにそういうイメージですね、徳ちゃんいつも。でもインナーもゴワゴワするのがそうですきね。っと多分嫌な人もいますよね。あれ自分もそうなんですけど。だからこうゴワゴワして太いものを握ると人間は握力がいるんですよね。だから手が疲れますよね。でそしてじゃあズボンとか下半身系はどうしてたんですか今までは？下も某なんとかテックはい、某なんとかテックをタイツとして履いて、がもうシャカシャカはいハッカはい。そんぐらいですね。でアウターはまあ普通にはいワークパンツとか普通のもの。あとそこら中に北海道は貼るんですけど、ああ、そうなんですね。消耗品で耐えてるんですね。防風素材とかは上にしても下にしてもあんま活用してないですか？まあそんなにしてないですね。しんのすけ君は下半身僕も、某なんとかテックちょっと高いんで、はい某マルクマンをマルクマンで使いまして、はい。ちょっと上下もピタピタのやつ着て、はい。であともうなんか着膨れかっこ悪いんで、はい僕はもうパンツとはい。上はほんと革ジャンだけみたいな。だから気合で我慢してるもうあっていう話。と気合いっすね。
長距離でも別にじゃああまり短距離長距離関係なく関係なく我慢する。我慢ですね。すげえな。でじゃあ足元徳ちゃん靴とかはなんかこういうの使ってるよって。靴はもう別に厚い靴下ぐらい。ああ、スニーカー系ですか、ブーツ系ですか？スニーカーもブーツもありますけど、はい、真冬はうん冷たいよ。どっちでも冷たいですね。冷たいです。革でもブーツでもま厚い靴下履いて終わり。足先の北海道も売ってるんでそういうのはじゃあロングの時は貼って貼って。しんのすけ君は僕ブーツだけですね。靴下もいつも通り。靴下はもう夏も冬も変わらずですね。そうなんですね。このグローブの話とじゃあはいもう同じですね。全く一緒ですね。じゃあ外側だけブーツに変えて革系ですか？それ革ですね、うん牛革ならまあなんとかなるかなみたいな。冷えるけど風は通さないですよね、そうなん革だと。ですよね。というじゃあ電熱を考えてる徳ちゃんとまだ気合でこの後も行きそうなしんのすけ君の現状ですけど、ちょっとまあ画像も出しながら僕から最近気に入ってるインナーですけど、とりあえず手袋でこの間徳ちゃんにもなんか見せながら言ったんですけど、まあ、画像を出しましてメチャヒートっていう商品名の、インナー手袋、薄いやつですね。厚でも売ってるみたいですけど、それはバッテリーですか？これはバッテリーです。手首の辺に薄型の小さいバッテリーが入る。で家で充電しとくっていうものなんですけど、8980円になってます。まあ、バッテリー製品なんでなかなか数千円ってことはないのかもしれないですけど、一応これの熱い状態にして外側に例えば革の手袋をある程度風通さないつもりでつけてれば手が冷たいなってなったことはないぐらいですね。なんでまあ僕はそんないろいろこのインナーグローブは使ってないんで、このメチャヒートを、使ってるだけですけど、まあ一応寒くは真冬ないです。指が冷えませんでした。ちなみにですけど、この小型のバッテリー手首に入ると服の袖がきつくなって邪魔なんで、そのコードで伸ばしちゃってなるほど。上着とかのインナーポケットとかにモバイルバッテリー入れて変換することにも成功してるんで、まあ、気になる方はそれ調べていくと手首のこの小さいバッテリーではないパターンもできますんでご参考まで。あとは足の電熱の話なんですけど、じゃあ画像を出しまして、コミネさんのメーカー、バイクパーツとか多分多く扱ってるコミネさんのこのパンツなんですけど、値段はまあ見たところだと1万4000円ぐらいっていうことで、まあ、高いと思うんです。多分他のインナーパンツよりも僕2枚目ぐらいですけど、ちょっといい値段だなと思いながら、さっき徳ちゃんも言ってたバッテリーとかバイクから電気をもらうタイプのものに去年からこれにしたんですけど、正直モバイルバッテリー系の電熱よりもやっぱバイクから電気もらうものの方があったかさが格段に違いました。なんで去年これに買い替えて大正解だなと思ってで、膝とかももお尻腰あたりが温まるのがほとんどインナーパンツは全部そうなんですけど、この小峰さんのこの商品はつま先までこう靴下状というかスリッパみたいになってて、足先が電熱で温められるという。あれ回しもん？いやもうそう聞こえますよね。でもオールドマックスの人間なんで小峰さんを何かあれする意味はないんで、これ宣伝誰持ってこんかな。ただで徳ちゃん欲しいってちょうどこの話してたんですね。お願いします。何日か前にいや本当にこのつま先が冷えないっていうのはバイク乗ってる人だったら多分どれだけ苦痛か、足の感覚なくなってくるのが多分みんなご存知だと思うんで、辛いですよね。僕はこのインナープラスつま先までカバーしてるこの小峰さんの商品にして、でバッテリーも帰りまで気にすることもないので電気をバイクから取っちゃえば、なのでバイク屋さんとかでもしかしたらその電気取ってもらう工事はしてもらうことになるのかもしれないですけど、まあ、1回やっちゃってコードを出しておけばもうつなぐだけで乗れますので、ちょっとこれはおすすめだなとは思っています。電熱のことを語りまして、他のことはじゃあいいですか？はい。じゃあエンディング取ります。寒い冬ですけど、まあいろいろ対策をして
乗っていただければバイクは冬でも楽しくシーズンオフなく、楽しめるものだと思いますんで、はい、冬気をつけて皆さんバイク楽しんでください。末端冷え性です。末端冷え性ってこのチャンネルが、この動画が、面白いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。します。ます。オールドマックス。